こんにちは、村雲です。今回の動画はですね、スープラコネクトの機能を使ってナビのデータの更新っていうのをやってみようかなと思います。その DIY 動画ですね。で、このナビの更新、ちょっといろんなところでいろいろ手こずられてる方とか結構おられていて、で、私自身も結構手こずったので、それに対する、準備物だったりとか注意点だったりっていうところを、備忘録的な感じで残しましたので、ぜひご参考にしていただければなと思います。それでは作業を開始していきます。まずはトヨタスープラコレクトのサイトに入っていただいて、アカウントにログインする必要があります。なので、最初の準備物の1つ目としましては、トヨタのスープラコレクトのアカウントが必要ですね。はい。こちらに関しては、納車時に皆さん登録されているかなとは思うので、皆さんお持ちだとは思いますけれども、はい。まずはここに、メールアドレスと、あとはパスワードですね。を入力いただいて、ログインする必要があります。で、ログイン完了しますと、下の方にですね、地図更新っていうアイコンがあります。はい、こちらですね。で、これを押していただくと、まずは地図更新するためのダウンロードマネージャーっていうのをインストールするところに飛びます。で、ここが一つ注意点一つ目なんですけれども、最初私、Google Chrome でトライしてたんですね。で、ただ、おそらくなんですけれども、そのダウンロードマネージャーっていうものが、その Chrome に対応しないっていうか正しいかどうかわからないんですけれども、最初インストールできなくってですね、で、最終的に Microsoft Edge っていうツール、ツールというか、インターネットの方式を使ってインストールすることが可能になりました。なので、他の Firefox とかは試してないんですけれども、確実なのは Microsoft Edge っていうところでダウンロードすることをお勧めします。はい、ここからダウンロードマネージャーの操作方法です。まずはスープラコネクトと同じアカウントにログインしていただいて、車両を選びます。で、そうするとですね、次にどこにマップデータ保存しますかっていうフォルダを選択が求められます。で、見ていただいたら分かるように 64.50GB 必要っていうところで、まずそれぐらいの容量を確保する必要があるっていうのを、ご承知おきください。で、こうするとダウンロードが始まります。で、ですね、表示されている通り、6時間だったり5時間だったりっていうのは確実にかかります。もちろん個々の、ネットの環境によっては変わってくるかなとは思うんですけれども、僕の場合だと5時間以上は確実にかかってしまったので、おすすめとしてはですね、寝る前に、セットしておいてですね、で、パソコンがスリープ状態にならないような設定をやっておいていただいて、寝てる間にダウンロードが完了しているようにっていう方が一番効率的かなと思いますので、その方法をお勧めします。はい、ダウンロードが完了しました。で、ダウンロードが完了するとですね、この画面が出てきます。で、ここで注意点なんですけれども、このタブ選ぶところがあるかなとは思うんですけれども、ここでですね、このタイミングで USB を差し込んで、その USB を選ぶ必要があって、そこで回答がやっとスタートします。で、私ミスってしまったのがですね、これダウンロード終わったじゃんと思って、このタブを閉じてしまうとですね、実はダウンロードが終わりきってなくてですね、で、その状態でもう一回やり直すっていうことが発生してしまいました。なので、確実にここでやっていただきたいのは、この画面が出たタイミングで、保存する先の USB っていうのを差し込んでいただいて、で、USB を保存先に選択して、左下にあるデータを保存っていうところを押さないとダウンロードが完了しないので、ここ注意ください。ここ一回僕やらかしました。はい、ここでさらに注意点です。で、USB に関してなんですけれども、アップデータが 60GB 以上あるっていうところがありますので、確実に128GB 以上の USB っていうのが必要となってきます。で、もう一つがですね、その USB 自体を空っぽにする必要があるので、すでに 128GB の、USB をお持ちの方でも、まずそこの中の中身を空っぽにしなきゃいけないっていうところを念頭に置いておいてください。はい、でここまでの下準備をやってようやく解凍作業がスタートできます。で、この解凍作業自体はそこまで時間かからなかったですね。1時間弱あれば完了すると思うので、それぐらいの時間かかるっていうことを、ご承知おきください。それでも結構、ここまででもうすでに何時間かかってるかな。7時間ぐらいかかってると思うんで、やはり少なくとも1日をやりきるっていうのは難しいかなと思います。はい、ようやくマップデータの USB への転送が完了しました。で、ここまでが、自宅でできる作業で、ここから先は、社内での作業となります。はい、社内に移ってきました。で、ちなみに現在のバージョンっていうものはですね、マップのところの設定のところの、位置とバージョンっていうところですね。それを選んでいただいて、でバージョン情報っていうところを見ていただくと、
まあ、こんな感じで状態見れます。2019年の1位ですね。ちょっと古いですね。古い。はい。それで実際の作業なんですけれども、まずは先ほどマップデータを保存した USB を差し込んでいただきます。そうするとですね、こんな感じで、ナビゲーションアップデートしますかっていう選択肢が出てきますので、それを押すとですね、ナビゲーションシステムが起動中ってなりまして、これちょっと1分ぐらい待たなきゃいけないんですけれども、そうするとですね、ナビが改めて起動して、こんな感じでナビゲーションデータを車両に保存中っていうところが出てきます。これをずっと放置しておけば勝手にどんどん溜まっていって、100% だったら、ダウンロード終了という形になりますね。で、これ途中経過っていうんですけれども、一回この地図に戻していただいても、再びオプションボタン、このあんま使わんボタンですけど、オプションボタンを押していただいたら、ナビゲーターアップデートっていうところを押すことで、もう一回経過っていうの、途中経過っていうのを見ることができますので、この状態で走り出すことっていうのは全然可能ですので、大体、経験上というか、今回実績で言うと1時間ぐらいかかってしまったので、ドライブ行くなりなんなりをしていただいて、時間を潰すっていうのが、有効なんじゃないかなと思います。はい、で一つ検証なんですけれども、このダウンロード中にエンジンつけたり消したり大丈夫なのかっていうところをやってみました。今エンジン切りまして、13% まで溜まってた状態だったんですけれども、そこからですね、再びエンジンつけたらどうなるかっていうところなんですけれども、はい、こんな感じでエンジンつけた状態で再び 13% から継続されたっていう風になっておりますので、こんな感じでドライブ中に、ダウンロード中にドライブしていて、コンビニとかによってっていうところも可能ですので、そこら辺は気軽に構えていただければいいかなと思います。はい、でダウンロード終了しますとですね、勝手にナビが再起動してですね、でもう一回この画面が出てきます。で、USB 機器により新しいナビゲーションデータが含まれていますっていう風になってるんですけれども、すでにこれ更新済みのデータが入ってるっていうことになっていますので、これはキャンセルで大丈夫です。はい、ダウンロード完了して戻ってまいりました。改めて、設定でバージョンを確認していこうかなと思います。はい、一度バージョン情報で見てみると、はい、このような形で2020年の2仕様になりましたので、これでダウンロード作業っていうのは完了となります。はい。最後こちら、まとめになります。準備物としましては、スープラコネクトのアカウント、128GB 以上の容量の USB メモリが必要になります。で注意点としましては、ダウンロードマネージャーっていうもののインストールはですね、マイクロソフトエッジで実施いただくのが確実かなと思います。で、ダウンロード後に回答するときにですね、ES メモリを差し込んでいただいて、そちらを保存先に指定してください。で、あと ES メモリを空っぽにしておくっていうことが、必要となりますので、ご承知おきください。で、最後、作業時間なんですけれども、地図データのダウンロード、こちら自宅での作業になるんですけど、これが約大体7時間ぐらいと、あと車両への転送が約1時間ぐらいかかりますので、計約8時間っていうところと結構長丁場な作業になるんですけれども、はい、これぐらいかかるっていうことを、ご承知おきください。はい、今回の動画の内容としては以上となります。この動画の内容がいいねと思った方は高評価だったり、コメントもお待ちしております。最後に良ければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。以上です。